皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回は、電子工作での回路設計や、ロジック回路の勉強に役立つ、無料のロジックシミュレータを見つけたので試してみました。電子回路のシミュレーターには、大きく分けてスパイスのような回路シミュレーターと、モデルシムのようなロジックシミュレーターがあります。回路シミュレーターには無料の LT スパイスなどがあり、利用してきたのですが、ロジックシミュレーターには、これまで適当なものが見つかりませんでした。FPGA を HDL 言語で設計するような環境では、無料のロジックシミュレーターもあるようですが、私は標準ロジック74シリーズなどでちょっとした工作をするぐらいなので、敷居が高くて使う気がしませんでした。そんなある日の昼下がり、YouTube を見ていて、ロジシムエボリューションという無料で使えるロジックシミュレーターがあることを知りました。そこで、早速インストールして試してみました。尺が長くなったので2回に分け、今回は導入編として、インストール、基本操作、基本機能についてお送りします。シミュレーション、テストベクター、テストベンチについては、次回シミュレーション編でお送りします。まずはどんなものか調べます。今話題のチャット GPT を利用してみました。何でも教えてくれるチャット GPT。ロジシムエボリューションについて聞いてみます。必要に応じて一時停止してご覧ください。説明が省けて助かる。無料で使えます。これから始めるならロジシムエボリューションが良さそうです。ただ、日本語の情報が少ないのが難点です。教えてチャット GPT 先生。続き。Java はめんどくさそう。教えてもらったサイトに行きます。GitHub のロジシムエボリューション。じゃあファイルがありましたが、MSI ファイルもあります。再びチャット GPT に相談。MSI ファイルで行こう。使う人の少ない無名なアプリは警告が出ることがあります。自己責任でインストールしてください。ロジシムエボリューションを起動しました。メニューバーやプルダウンメニューは初めから日本語でした。オプションを開いてみます。とりあえず何もいじりません。環境設定。言語はなぜか初めから日本語になっていたので、とりあえず何もいじりません。
回路を変えてみます。デザインにして。ツールバーの難度をクリックしてキャンバスに配置。同様に入力端子を配置。出力端子を配置。配線。慣れるまでは少しやりづらい。配線のアイコンをクリックしなくても、マウスで点をクリックして引っ張ると線が引けます。端子にすでに論理値が表示されています。編集は矢印をクリックしておいて行いますが、ツールバーの部品をクリックすると自動でそうなるようです。人差し指のアイコンをクリックすると、クリックごとに入力値が変わります。難度なので出力が0になりました。入力の一方を0にすると、出力は1になります。もう一方の入力も同様。編集に戻ります。コンポーネントライブラリには各種パーツが用意されています。LED。論理値により光ります。端子名はプロパティーズのラベルの欄に記入します。記入してリターンを打たないと入りません。キャンバスの表示倍率は青いバーかその下のボタンで調整します。画面から外れた時は右下のボタンで戻します。2倍で書くと、キャンバスの左上の端に書いていることになるようです。なので、戻しても真ん中には表示してくれません。表示倍率は0.05倍から10倍まで変えられます。オートで適度な表示倍率で全体を表示してくれます。回路に合わせた倍率にしてこれをクリック。フィットしました。次に D フリップフロップを書いてみます。値を動かしてみます。OK。トリガーをフォーリングエッジに変えてみます。不論理を意味する丸がつきました。クロックの立ち下がりでデータが取り込まれるようになりました。
回路図内でオシロスコープで波形を表示できます。クロックは2回クリックして、1トレイを入力しています。この方法では、入力は一度に1箇所しか変えられません。クロックは自動で入れる方法があるので、次回動画シミュレーション編で説明します。定員を1にすると、クロック立ち上がりで取り込み、定員を0にすると、クロック立ち上がりで取り込み、ツールバーにない部品は、ライブラリから探します。7セグメント LED を試してみます。回路図内で点灯させることができます。1で点灯か、0で点灯か、つまり、仮想ドコモンかアノードコモンか切り替えられます。実際のデバイスと同じピン配置になっています。TTL という名前のライブラリがあります。TTL とは74シリーズの標準ロジックという意味のようです。内部構造を表示するを ES にすると、ゲートのシンボルが表示されます。実デバイスのピン配置で回路図を書くことになります。便利なような、不便なような。MOSFET のモデルがあります。デフォルトが PMOS でしかも横向きなので、左に向けたいのですがこれが難しい。向きを変えるには、プロパティの東西南北と下左、上右という設定で変える方法もあります。やっとできた。NMOS も配置してインバーターを作ってみます。プロパティのタイプで NMOS にします。方向はこれで良かったのに、矢印は電流の向きかと勘違いしました。配線が赤になるのは、不定や何らかのエラーです。NMOS のソースドレーンが逆です。上下反転したいのですが、わけがわからない。
直しました。出力がまだ赤いのは、まだ入力が不明だからです。モスのシンボルの矢印のようなものは、チャネルからドレーン方向を指しているようです。インバーターとしてちゃんと動作しました。試しに逆接続で入力を与えてみると、赤のエラーは消えましたが、出力例が出ません。つまり、NMOS がオンしません。ロジシムエボリューションは回路図を書いている時点で論理値をチェックしており、もう一方に1を入れても影響ないので、クロスカップル接続しても問題なし。試しに、不定状態でクロスカップル接続してみます。両方とも入力に1を与えると値は定まらないので不定のままです。一方の入力を例にすると値が定まり、以降、問題なく動かせます。基本操作は大体わかったので、デモ回路を作ってみます。7セグメント LED やオシロスコープが回路図上で見えるのが面白そうなので、シリアル入力の7セグメント LED 表示器を作ってみます。同様のキットが秋月電子から出ているのですが、その手作り簡約版です。できました。心理値表に従って、表示する数字に対応する A から G のセグメントを点灯させます。データはシリアルで送り込みます。4と表示させるには、01100110と打ち込みます。表示されました。マニュアル入力では、一度に1入力しか入れられないので、できる試験は限られます。オシロスコープをつけました。クロック0の状態で電源を入れたら、クロック1、0を入れます。5を表示するデータを打ち込んでいます。表の右 DP から01101101と打ち込んでいます。表示されました。さて、長くなったので今回はここまでです。次回は、テストベクター、クロック、クロノグラム、テストベンチによるテストについてお送りします。